電気自住職三木大雲です。本日の怪談説法はですね、ちょっと京町屋にまつわるお話なんですけれども、ある方がこの京町屋を買われましてね、で京都の町屋って言いますと玄関のところがちょっと開けたらすぐにもう石畳があったりですね、もう古い作りなんです。でこの古い作りなんですけども、この京町屋を少しリフォームして、現代風にして建てられた家があるんですけども、そこにお住まいになられたんですね。でこの方がある時2階でいつも寝てられるそうなんですけども、2階で寝てますとね、なんか1階の方でカタ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 っていう音がするそうなんですよ。で今まで京町屋という古い家に住んだことがなかったんで、ネズミでもいるのかな。私のお寺なんかもイタチとかネズミがよく天井の上を走るんですけど、そういうようなことがあるのかなと思ってあまり気にされてなかったんですよ。ところが住み続けてもう一月を超えたあたりになると、このカタ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 っていう音がどんどん日増しに大きくなっていくそうなんです。でやがて寝てますとカタッカタッカタッ、どうやらなんか1階で誰かが歩いてるような音にも聞こえる。でそこに来て初めてこれはなんか動物の仕業ではなくって音の反響かな、いろんなことを考えながらそれでも気にせず暮らしてられた。でそれから数日するとちょっと奇怪な現象に遭われたんです。でその奇怪な現象って言いますのが、いつものように2階で寝てますと1階でまたカタッカタッという音がする。でこのカタッカタッっていう音がやがてミシミシっていう音に変わったそうなんです。でこのミシミシっていう音に変わったのは何かっていうと、京町屋で古い作りなんで少しリフォームしたものの階段がそのままだったんですね。明らかに階段を誰かが上がってくる音がするそうなんですよ。ミシミシ。でその男性怖くなって「誰かいるんか?」大きな声を出すとシーンとするそうなんです。で戸を開けて階段を見ると誰もいないんですね。これはもしかするとこの家に霊でもいるんではないかな、少し怖くなってこられた。でもどうすることもできずにそのままお暮らしになってたんですね。そうするとまたある夜寝てますとカタ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 、しばらく音がした後ミシミシ、階段を誰かが上がってくる音がする。でその方はもう一層この音が階段の上まで来て実際どうなるのか、なんかもう霊が私に伝えたいことがあるんならもう伝えてくれという思いでそのまま寝続けたそうなんです。そうするとミシミシっていうその階段を上る音っていうのが2階まで上がってきたそうなんですね。でその男性さすがにやっぱり怖くなって「誰や!」大きな声を出したそうなんです。でバッと布団を跳ねのけて戸をバッと開けると、その2階のところにスリッパが置いてあったそうなんですよ。明らかに誰かが上がってきてるんですね。でこのスリッパがここに置いてあるということは、おそらく霊が自分に何かを伝えたいとアピールするためにこれをしてるんだと思って、その男性次の日から1階で寝ることにされたそうなんですね。で1階でいつものように寝てるとカタ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 、この霊の音がしてくるんです。で薄く目を開けてその男性周りを見渡しながらこの音の出てる場所はどこかなというふうに探ってたそうなんです。そうすると床下の部分からどうやらその音がしてる。カタカタ、どうやら床下の部分だなと思いながらそれでもそのまま寝続けてたそうなんですね。そうしますとやがてミシミシという音に変わってきた。誰かが歩く音に変わったぞと思って薄くまた目を開けると、どうやら1階のところでね誰かが歩き回ってるのが分かるそうなんですよ。でその方金縛りにも合ってない状態でしたから少し顔が動くそうなんですよ。でこう
と周りを見渡したら明らかに誰かが歩いてて、その人の姿っていうのが若い兵隊さんだったそうなんですね。で、若い兵隊さんの格好をした人だと思ってその方へパッと顔を向けてよーくじーっと見ようと思って少し体を持ち上げた時に、その兵隊さんがパッと振り返って目が合ったそうなんです。で、目が合った瞬間、その兵隊さんが「おい、どこに行った?」そんな風に声をかけてパッと消えられた。で、次の日怖くなって私のところにお電話いただきましてね、私も早速その京町屋の方に足を運んで、現場を見せていただいたんですけれども、そこには兵隊さんとまつわる何かっていうのがあるかっていうと特にないんです。リフォームされてるんですよ。で、ここら辺前これリフォームする前何だったんですかねっていうと、いやどうやらそこにも部屋があったそうなんですけども、もうちょっとその部屋が使えないのでここを壁にしてなんて話をお聞きしまして、じゃあこの壁の向こうっていうのはどうなってるんですかって言ったら、本当にねこのぐらいの隙間のあるなんかはめ込んであったような隙間があったそうなんですけども、その方も実際リフォーム入ってから来られたんで、実は詳しく中がどうなってるかって知らないんですけどっていう話だったんですよ。このぐらいの隙間があるということだけはリフォーム会社から聞いたと。ただもう何にも使えませんので閉じました。どうやらねそこら辺あたりからこの音がしてるというふうにおっしゃるんですね。で、何があったかこれちょっともうリフォームしたてで剥がすわけにもいきませんから、でもこれはもうなんとなくこうしばらくちょっとお経をあげさせてもらって様子を見るしかないですねということで、一応お経をあげさせていただいて私その日帰ったんですね。で、また後日新たにこの方からお電話いただきまして、やはりカタカタという音はどうやら床じゃなくて壁の向こうからしてる。で、若い兵隊さんがやはり出てきて私にこう言ったとおっしゃるんです。どこに行った?どこに行った?何度も繰り返しそうおっしゃるそうなんですけれども、誰がですか?その男性が声を出して聞くとふーっと消えられるそうなんですね。で、残念ながら誰を探してるのかはわからないんですけども、明らかに若い兵隊さんがこの家にはいるんですとその男性がおっしゃるんです。で、私が分かりました。じゃあちょっとねリフォーム会社さんにも連絡を取ってこの家がもともとどういう作りだったかちょっと聞きましょうよということで、リフォーム会社さんの方と約束をして会うことができたんですけども、でそのリフォーム会社さんからお話を聞きますとね、実はこの京町屋もともとおばあさんが一人でお住まいだったそうなんです。で、このおばあさんが亡くなられたので買い手がなくなったので実は私たちが買ったんですという話だったんですね。で、その時リフォームされましたよね。で、この壁の向こうってどうなってるんですか私がお聞きしましたら、いわゆる古い町屋ですからこのぐらいのスペースがちょっと空いてて、そこにどうやらお仏壇を入れてられたそうなんですよ。今最近少なくなってきましたけども、お仏壇を置く場所っていうのが結構昔は家を建てる時に作られるんですけども、いわゆるそのお仏壇をポコッとはめるだけの狭いスペースなんで、もう壁として閉じてしまったんですっていう話だったんです。で、私気になったのが、このお仏壇置いてあった場所にお位牌とかなんとかっていうのはないんですかって言ったら、いくつかあったんですけどももうそれも処分しましたとおっしゃるんです。で、そうですか。で、写真ぐらいは残ってると思うんですけどもっていう話だったんですけども、で、私もう一つ気になったのがね、そのおばあさんですよ。亡くなったおばあさん、この方は最終的にどうなったんですかっていうと、実はお身内もなかったので近所の方が近くのお寺さんの納骨堂に骨を納められたそうなんですね。で、その納骨堂っていうのがもう今は昔ならお墓にねお骨を納めたりしたんですけども、今お寺さんによっては納骨堂っていうのが室内にあって、でパカッと開けるとそこにお骨が入ってるという。で、そこに実は50年間だけ預けてられるんですね。で、50年経つとそのお寺さんが供養されるという形になってるそうなんですけども、そこに預けてられるということまでは聞いてますというふうなお話だったので、またこれご近所の方にお聞きしてですね、納骨堂の場所まで分かりまして、で私とその方とで一緒にお参りに行かせていただいたんです。で、おばあさんとこの若い兵隊さんが何か関係あるのかなと思いながらも、そこで
お経をあげさせていただいてましたら、お坊さんの格好してましたんでね、その納骨堂の方が来られまして「何かあったんですか?」っておっしゃるので「いや実はここのおばあさんにカクカクしかじかでこの方が今家を買われてお住まいなんですよ」っていう話してたら「あ、そうですか」いや実はね不思議な縁がこの納骨堂とおばあさんにはありましてね、このおばあさん実は戦争を経験されてるんですよ。でその時この納骨堂を建てる時に携わった人たちがこのおばあさんとも仲が良かって、でそれからずっとお話をされる関係ではあったそうなんですけど、このおばあさんっていうのは実はねずっと独身で一生を通されたんですが、若い頃に戦中ですね、結婚約束した男性がいたそうなんです。でこの男性不幸なことに戦争でお亡くなりになられた。でその方のお位牌を最後までこのおばあさん大事そうに持ってられたんですよ。で実はその納骨堂に勤めてられるお坊さんが時々その男性のお経をあげてくださいって頼まれて、実はおばあさんの家に行ってられたそうなんですね。でその後おばあさんも亡くなったんで「あのお位牌どうなったんですかね?」ってそこでもお聞きしましてね。でそのお位牌なんですけども、どうやらリフォーム業者の方が処分されたってお聞きしたんですけども、そうですか、残念だなってそこもおっしゃってくださいまして、でただその私と喋ったお坊さんがお戒名を覚えてられたんですよ。で戒名実は私知ってるんでって言って私にも教えてくださいまして、じゃあ私の方でもお経をあげますっていう約束をしてたんですけども、お経をあげてもどうなるものでもないかなと私ふと思ったんです。もしかするとこの若い兵隊さんっていうのが戦争で亡くなられたこのおばあさんと結婚を約束した男性ではないかなと思ったんですね。で無理なら結構なんですけども、もしなら私もお寺へ帰って供養はしますけども、新しく男性のお位牌を作ってここに一緒に供養してあげることは無理ですか、私が納骨堂の方に言いましたら「ぜひぜひしましょう」って言ってそれを実際していただいたんですね。でこれでもしかすると京町屋の方にもその男性の霊が出なくなるかもしれませんよなんて話をしながら一緒にお経をあげさせていただいて終わったんですね。で後日その京町屋に住んでる男性からお電話いただきまして、そうするとね「いや三木住職、実は夜中寝てますとまたカタ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 という音がしたと思ったら、しばらくするとミシミシという音がした。うっすら目を開けると今度は若い兵隊さんと若い女性2人が出てきて私に頭を下げてそのまま消えていかれました。おそらくちゃんと供養ができたということだと思います。そのお電話をいただいて以来その家では不可思議なことは起こらなくなったんですね。どうやら供養がちゃんと行き届いたんでしょうね。私たち生きてる人間もそうですけれども、好きな人と別れなくちゃいけないっていうことが往々にして世の中にはあります。これを仏教では愛別離苦っていう言い方をするんですけども、愛する者と別れる苦しみですね。これは人間同士ではなくても飼ってたペットもそうですし、あるいはご近所さんで血のつながりがなかった方、あるいはご友人の方、もちろん家族の方もそうですけども、私たちは生きていく上で必ず愛する人と別れなくちゃいけない苦しみっていうものを経験するというふうにお経の中に出てきます。で亡くなられてからはね、しばらく心に穴が開いたような寂しい気持ちにはなりますけれども、この苦しみを乗り越えていかないとやはり私たちはいけないんですね。で愛別離苦という苦しみはその人たちだけではなくて私も経験しましたし、で周りの方に聞かれてもそうだと思いますけど、こういう経験してますか、大体の方がこの苦しみっていうのは経験されてますから、自分一人が苦しいっていうふうに思い込まずにですね、もし今愛別離苦に苦しんでられる方がおられましたらですね、自分一人ではないんだ、みんなが経験することなんだと思って乗り越えていただきたいと思います。でそれともう一つですね、もしこの愛別離苦が死に別れた愛別離苦であるならば、どんなふうな別れ方されたか分かりませんけれども、どうか手を合わせる供養を続けるということだけはしていただきたいなというふうに思います。それももしかすると愛別離苦を乗り越える一つの力になるんではないかなと思いますので、続けていっていただけたらなと思います。ということで本日も私の話をこれで終わらせていただきます。どうもありがとうございました。